おっしゃ、これで入ったんじゃないですか。こんにちは。すいません。おつもりです。マイク入りました。ちょっと待ってくださいね。いやー、こんだけ配信やってても、いろいろトラブル起こるんですね。いやー、やっと入りました。皆さん、ちょっとかな。コカさん、シワワさん、コウヘイさん、月見団子さん、ちまさん、芦田純平さん、けすけさん、MS チャンネルさん、ディープフォレストさん、こんばんは。ご視聴ありがとうございます。はい。そうですね、ちょっと、何個かやってみたんですけど、釣りイベントにちょっと似てる感じはしますね。基本的なパックを少し購入して、スタミナをある程度貯めてみたんですけど、ついに噂になってた除雪隊ですね。今のところサーバー4から170くらいまで。いや、待てよ。今度は画面おかしくなった。なんじゃこれ。ちょっとすいません。ほんまに。なんでこんなことなるんや。ちょっと待機で。戻りましたね。多分、長いこと接続したまま動かさなかったんで、一旦接続切れたっぽいんですけど。除雪隊基本的に
その燃料を消費してアイテムを回収する、まあ除雪するイベントなんですけど、とりあえずやっていきましょうか。でエリア1はなんかチュートリアルっぽいのでなんか勝手にクリアされてたんですけど、で辰丸的にこの除雪の装備に結構ね見た感じ優先度あるっぽくって、これね先に装備を強化できるんですけど、先にちょっと優先的に強化する装備っていうのが多分グローブとこのアウター、これから先に強化していった方が良さそうな感じはしますね。消費燃料と結構燃料との勝負になるんですよね、今の感じやと。除雪機は確かに攻撃力とかカバー範囲みたいな、まああれですね、雪かきできる範囲が広がるっていうものなんですけど、今のところねその攻撃力が低くて倒せないっていうステージが今のところ序盤はなかったんですよね。なんでまあ大事になってくるであろうっていうのが、まあやっぱり消費燃料と、まあその燃料の回復速度ですよね。この辺からね優先的に上げていけば最終的なステージの進み具合が結構大きく変わるんじゃないかなって感じです。今のところ一番必要ないのがねこのね軽量ブーツですね。移動速度って別に特にこのイベント期間内やと、まあ、3日間あるわけなんですけど、その3日間の間であればそのスタミナも今のところ上限ないですし、どんどん回復していってるんですよね。なんで結局ネックになってくるのが進めるか進めないっていうのが序盤をやっただけのその感想ですけど、結局スタミナの有無なんですよね。なんでこの軽量ブーツとかは後回しにして大丈夫だと思います。で滝エリアに入ると、まあその途中で出会った猛獣とか、まあ、落石とかそういうダメージがあるんですけど、それらをね回復できるんですよね、滝エリアっていう。ただその回復量も思ったほど遅くなくって、やっぱりこの消費燃料と回復速度こっちにね全振りしていっていいんじゃないかなって思います、最初は。ってことでとりあえず上げていきますよと。でまあとりあえず始めてみましょうか。でまあ基本バッグとこの2つぐらいかな、800と1600だけ購入してみてって感じですね。まあ、これ釣りイベント一緒で課金するなら最初に課金した方がいいと思います。で辰丸これが噂の広告のイベントなんですけど、でまず拾うというかエリア内に宝箱とこの凍ってる難民のプレイヤーですね。であと報酬とかそのイベント強化アイテムとかが、持ってる雪だるま、これがエリア検索内にあるんですけど、これらを回収しつつ全てのまあ除雪作業を完了させましょうっていうイベントなんですけど、これもね多分ですけど今の感じの攻略法やと、まあこのスタミナがやっぱり鍵になってくるんで、今3549溜まってるんですよね。でこれを有効活用させようと思ったら、まず最初にこの難民ですね、凍ってる難民というか、まあ、この難民を助けてあげることによって拡大
範囲が拡大するのと、まあ、いわば2人で除雪作業することになるんで、まあもちろん主人公というか、メインプレイヤーより機能というか性能は低いですけど、まあ除雪作業の能力値が上がるんで、まず最初にこの型をできれば見つけてあげたいなっていうところなんですけど、まあ、マップ内にとりあえず1人いるんで、まあ、このマップではこれでいいって感じですね。あとは今磁石とか持ってたんですけど、これはあれですね、特別優先させるってことでは今のところないですかね。まあ、便利ではありますけど、まあ、雪かきしなければスタミナって減らないんで、まあ自分に拾いに行くのがめんどくさい時は、まあ除雪作業しながら、まああったら回収って感じでいいですかね、磁石のアイテムは。まあいちいち拾いに行かなくても、まあこの石炭が寄ってきてくれますよって。次に大事なんが、これ今ちょっと取りすぎちゃったんですけど、これすぐにキャンプ地はアップグレードした方がいいですね。これ最大にすることによって、この現在エリア温度っていうのがあるんですけど、これの温度が下がれば下がるんじゃないな、上がれば上がるほどその基本のスタミナの消費量が軽減されていくんですよ。なんでまあ今後の消費量が変わってきますよ。なんでアップグレードできるタイミングになったらすぐにアップグレードしちゃってエリア内の温度を上げるっていうのが大事ですね。で、あと残ってんのはもうエリア内にないんで、そのまままあ特に制限時間っていうのはないんで、まあ、ゆっくりその後は除雪作業すればいいかなって。まず見るんがそのエリア内にどの項目があるんかっていう感じですね。宝箱が2個あって生存者が1人いて雪だるまが1体あるっていう、まあ、これを把握して、まあ、できるだけそのルートを選んで、まあ正しいルートを選んで、まあ、除雪していくっていう感じです。もしこれが3つともクリアできたら、あとは普通に除雪作業を始めて、まああとは効率の問題なんで、別にどっから除雪しても特別差は出ないですね。制限時間っていうのが特に設けられてないんで、もう3日間のイベント期間内にクリアすればいいっていう。で、右下にこのロケットのマークがあるんですけど、これが今エリア2って書いてある下にメーターがありますよね。で、これが 100% 中の 95% までいったら、まあ、使用できるようになってて、まあ細かくなったらどこに雪が残ってんのかって探すの大変じゃないですか。まあ、そういう時に、まあ、時短できるアイテムっていう今のところ認識ですね。そうすることで、まあ、残りの面倒な除雪作業を手助けしてくれますよって。で、エリアクリアしたら、レベルアップに必要な、除雪装備工具バッグっていうアイテムですね。まあ、これがもらえますよと。で、あとは除雪したエリアクリア報酬って感じですね。で、まあ次のエリアに行きましょうと。こんな感じになって。はい、TM さんついにフォアサーの広告が、まあ、詐欺広告じゃなくなったと。まあ、鉄丸からは何とも言えないんですけど、まあそういうことですね。まあ運営さんにも脱丸もうこれなんていうんですか、もうイベント化したらいいんじゃないですかみたいな、まあ、言ってみたことはあるんですけど、まあ皆さんの願いが届いたということで、まあ今後も
そういうイベントが開催されるといいですよね。ねむさん、初見です。ご視聴ありがとうございます。雪を全部なくしたらクリアなのか。はい、そうですね。除雪 100% でクリアっていう感じ。で、今のところ、サーバー4から170ですね。までの先行サーバーで導入予定です。まあこれやっぱり、なんで俺らないのって思ってる方もいるとは思うんですけど、まあやっぱりその、ある程度の少ないサーバーで、テスト、まあ一応運営さんもテストはしてるんですけど、まあ実践的なテスト段階として、まあ、先行サーバーでやってみてどう作用するかっていう感じなんですよね。まあ蒼龍の覇者でもあったように、まあ、いきなりサーバーパンクしてもトラブルが拡大してしまうだけなんで、まあ、そういったことを踏まえて、まあ、先行サーバーでやるって感じですね。でもさん、自分がいるところは小学校なんだ。そうですね。どれぐらいの頻度であるかはわからないですけど、まあ、釣りイベと同じぐらいの頻度では来るんじゃないかなって思います。で、まずさっきも言った通りに、まずは、今回から、そうですね、エリア3から敵モンスターとして野獣が出現するって感じですかね。で、また生存者が1人いるので、できるだけ早く見つけたいところです。で、生存者見っけたんで、真っ先に生存者を助けますよと。で、このイベントでは生存者が今のところ1人だけなんで、それ以降は特別、どのルートから行っても大丈夫かなと。キミ団子さん、初見ありがとうございます。スタミナって最初はこんなにはないですね。時間とともに回復してる分と、あとは、パックを購入した分でちょっと追加されてるって感じですかね。で、ここで敵とついにバトルって感じなんですけど、これ特別ね、相手の攻撃を狼はちょっと回避って難しくって、もう別に動き回る必要はあんまりないかなっていう感じです。で、この敵を倒すことで今後除雪隊のイベント報酬の図鑑を埋めてるって感じですかね。敵を倒すことで図鑑を埋められるっていう感じ。ダメージ食らった分はこうやって回復のアイテムとか落ちてたりするんで、拾いながらって感じです。で、同じ感じでアップグレードするのは、最初にアップグレードしたらよかったですね。やっぱり燃料と回復速度上昇に、この辺にちょっと全振りしましょうっていう感じですかね。今の攻略法的に。これで秒間の燃料消費量が変わってくるんで。で、あと200溜まったらすぐに温度上げる感じで。これでマイナス10度までなりました。で、これ吹雪みたいなのが来るんですけど、これたまにね、トラップとして、フィールド上に今んところ法則はないんですけど、ランダムに設置されてるんですよ。このダメージがめちゃくちゃ痛くって、結構、これでもし死んでしまったら多分、クエスト失敗というか、除雪失敗になると思うんですよね。なんで、その時は、この、焚き火エリアに入って、しっかり回復させてからもう一度除雪作業ってした方がいいと思いますね。
なんで落下というか、落下し、なんて言ったらいいんかな。まあ落下注意みたいな、まあ危険ですよみたいなマークが出たら、まあ、エリアからできるだけ離れて、まあ、ダメージ回避する方がいいっていう感じですかね。ただ今のところね、あれを全て受けたからって言って、まあ、すぐ死ぬっていう感じではなさそうなんですよね。ただ、もし死ぬ可能性があるとしたら、モンスターと戦闘中に、モンスターのダメージも食らって、さっきの雪、崩落みたいな、あれを同時に受けてしまうともしかしたら死ぬかもしれないんで、まあ、それが一番注意するべきところって感じですかね。多分死んでしまった場合、一番効率が悪いんで、これ回避しましょう。まあ、16しか食らわんかったですけど。崩落というより、雪崩なんて言ったらいいんかな。雪崩でもないな。で、アウターもアップグレードしておきましょうか。で、95% いったんで、あとは時短するためにロケット撃ちますよと。ミサイルかな、正式名称なんなんや。で、これでエリアクリアで、また強化アイテム1000ですね。もらいましたよと。で、図鑑もモンスター倒したんで、一つ埋まりましたよって感じですか。で、まあ、次エリア行きましょうと。で、さっきちょっと忘れてしまったんですけど、まあ、もらったらすぐできるだけ、すぐアップグレードした方が効率がいいですよ。燃料回復速度より、まあ、消費量かな。消費量の方がさらに若干優先度高い気がする。で、またやることは一緒で、まあ、野獣が1体と今度は生存者2人いるって感じ。なんで優先的に生存者をまず2人見つけたいところです。1人いましたね。で、1人を解凍してあげると。で、範囲が 10% 広がりますよと。で、遭難者を探しつつ、いましたね、もう一人。で、溶かしてあげて、これで2人。で、あとは雪だるまもアイテムもらえるから回収したいですよね。で、焚き火がアップグレードできるようになったらすぐアップグレードする。で、温度を上げてあげるって。これ10度になりましたね。マイナス10度から、じゃあマイナス15度からマイナス10度までなりました。で、これなんですけど、これ正式名称なんて言うんや。このアイテムは、一時的にハイパー吸引というか、吸引じゃないんですけど、状態になって、これ危ないですね。これ避けてあげて、で、回復アイテムあるんで回復しときましょうか。で、この最中に敵と戦うのがちょっと一番危なくって、狼ですね。狼は今のところ攻撃モーションが特別ないんで、回避も別にできないんですよね。なんで、まあ、正面に普通に当たってあげると。で、これでまた図鑑一つもらいました。で、次は500か。500集めんとダメですね。まあ、特別なんもないんですけど、まあ、回復アイテム余ってるんで取っちゃいましょうか。
まあ除雪の効率とかはね、まあ、特別気にしなくても今のところいいかなっていう、ちょっと時間的には時間かかる動きしちゃってるんですけど、まあ特別制限時間がないんで、まあよっぽど急いでる人じゃない限りは、まあゆっくりそこはやればいいっていう感じですね。この落石がとりあえず痛い。これずっと食らってたらハーフぐらいまで削れてしまうんで、まあ、この間は回避するか、まあ別のエリアで時間もったいないんやったら除雪作業してって感じですね。ところいいんじゃないですか。で500溜まったらすぐに作業効率上げるためにレベルアップしますよと。はい。でこれ多分上限ですね。このエリアだと上限になって、で今 80% なんで、まあ、あと何パーやろな、 95% までいったらいいんで、まあこんな感じで進めていきますよと。でまあ時短するために、まあ、ロケットというかミサイルかわかんないですけど名前使いましょうかと。でエリアクリアですね。で図鑑も埋まったと一つで、今回は報酬も上がって1250ですね。で次のエリア行きましょうか。でまず最初にアップグレードと、これも燃料回復速度上げましょうか。いらんな今のところで、今回は野獣2体と生存者2人、これが重要なところですね。まあ、図鑑を埋めるためには野獣倒さなあかんし、まあ、効率よくするために最初に生存者2人を探すっていう感じで、まず1人見えてるのはちょっとラッキーですね。どっか見えてる範囲内にもう1人いてくれたらいいんやけど、あ、いましたね。先に効率を上げますと。でハイパー取っちゃおうかな。でレベルアップできるようになったらすぐレベルアップ。これが危ない。これが危ない。これ連発して食らっちゃうとやっぱハーフまで削れちゃうんで。これ、ハーフまで削れちゃった時はさすがに、ゆっくり回復しましょうか。多分もう一回同じ目に遭うと、多分死んじゃうんで。まあ焦らず回復してって感じです。これがね、設置されてる場所が限定されてるんか。まあランダムなんかまだやっぱわからないって感じではありますね、今のところは。そうですね、多分エリアクリアするごとにどんどんやっぱり時間かかる感じはしてます。ちょっと先行ブレイした時にはこんな感じがしますね。
これラッキーなのか限定で星さんがもらえるのかわからないですけど、星さんの図鑑埋めれたのはラッキーです。これやってる時は、これあれなんですよ、スタミナ右上にアイコン出てる時間の秒数なら無制限なんですよね。なんでこの間はできるだけ除雪作業をしたいところです。まあ言うてもそんな少ない秒数やからあんまし変わらんか。でアップグレードできるようになったらすぐアップグレード。レベル3になって、まあ基本消費量を軽減できると。で軽減してから作業開始ですね。またやっぱり今のところね、落石とこのモンスター討伐中が重ならん限り、まあ、そんなに死ぬって感じではないですね、今のところ。でありました。これシールドなんですけど、これね、1個シールドを獲得することで、右上にアイコン出るんですけど、野獣との攻撃と吹雪によるダメージを3回無効化できるんですよ。ただこれ重複ってできなくって、もし仮にこの後盾アイテムを取ったとしても最大3枚までにしかならないんですよ。ただこれ見っけたらまあ何が起こるかわからないんで、まあ一応3枚しっかり装備しておくんがいいとは思います。ただまだそんなやばい死ぬっていうほどのことにはなったことないです。やっぱり死ぬとしたら、まあやっぱ野獣とこの落石というか石じゃないですけど、まあ雪崩なんかこれが来るのが重複したタイミングが一番危ないです。でエリア内のまあそのオブジェクトは全部回収できましたよと。あとは除雪作業ですね。95% なるまで。まあもしかしたらこのミサイルみたいなのもね、まあ、温存しておくといいのかもしれないですね。でエリア5クリアと。で星3割ったのはなんか、まあ、ラッキーって思っておきましょうか。まあ1500と歌唱と、主にそうですね、歌唱がもらえたり精錬石がもらえたりラッキー宝箱がもらえたり強化バーツがもらえたりでエリア6進みましょうか。で今度も野獣が、まあ、ポイントになってくるのが野獣に体いますよっていうのと生存者が2人いますよ。生存者探しましょう。見えてるとこにいたらいいんですけど、よし。でアップグレードして、またやらかしちゃった。最初にアップグレードしなあかんけど、まあ今んところはそうっすね。これちょっと試めましょうか。ちょうどアップグレードできるあれ足らなかったんですけど、別に攻撃力もカバー範囲も特別。いやでもカバー範囲はこれ結局スタミナに結構直結してくるんかな。まあその分範囲広がるってことっすからね。日を上げときましょうか。
これも後回しにできるってことではなさそうっすね。除雪機のカバー範囲広がると、結局スタミナ温存にもなるか。こんにちは。ご視聴ありがとうございます。何やこの eBay。先行 eBay で導入されてる、先行 eBay じゃないな、先行サーバーで導入されてる、除雪隊っていうイベントですね。よし、早めに3日ってよかったっす。まだ。3人にしてと。3人なんで戦っときましょうか。星に盾も一応今ないんで3つ装備したって、これ食らうじゃないですか、本来やったら。これしっかり3発分受け止められたって感じです。でこれ今のアイテムミサイルみたいなのがマップ上に落ちちゃうんですけど、これはあれですね、除雪しなくてもその一定範囲の雪を吹き飛ばしてくれますよっていうアイテムですね。これをアップグレードするべきか待つべきか。しときましょうか。よし。で、焚き火の分が溜まったらすぐアップグレード。エリア6でこんだけの時間かかるってことは結構時間かかりそうっすね。だいたい1000スタミナ消費ぐらいか。今で1300ぐらいかな。落石。ただこの eBay 結構時間かかるんで、もし複数アカウントとか使ってる方がおられたらちょっと大変かもしれないですね。やはちさん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。新 eBay、気になって見に来ました。ありがとうございます。新 eBay 情報絶賛公開中です。あと、ワンポイント攻略情報も。まあでもアーカイブ残すんで、見直してもらうのと、また分かりやすく集まる動画としてまとめますね。あぶね。近く来たんで一応満タンにしておきましょうか。あとはね、宝箱と雪だるまが1個ずつあるんで、それだけは回収したいところですね。
雪だるまありましたね。ナイス。宝箱だけはでも埋まってたりするんで。もうマックスやな。87%ってそんなに残してたっけ？上の方か。上の方っすね。この辺に宝箱埋まってる予想。いや、ない。あったー。よし。これであとは 95% いくだけや。OK、時短しましょうか。で、エリア6もクリアと。この感じやと、エリア10とかはいけるんか。スタミナ的に。よし。で、次のエリア、最初にアップグレードしたいですね。燃料回復速度。秒間やからな。秒間。こっちの方が優先度高い気がする。で、今回は、あれですね。生存者が3名。で、野獣がちょっと姿変えて、ちょっと攻撃が強くなってる野獣が3体いますね。よし。2人目見っけたし。で、またこの野獣からちょっと、まあ、その回避動作のちょっとワンポイント的なアドバイスがあるんですけど、まあ、野獣出てきてからにしますね、それは。よし。で、温度上げといて、後の生存者が見えないんですよね。どこにいる？危ない。やばいやばいやばい。まだ終わってなかった。ちょっと周り見渡して生存者、除雪する前に生存者探したいですね。ちょっと時間かかってますね。生存者見つけるまでに。あ、モンスターいました。せっかくやから戦いましょうか。いやでもちょっと減ってるしな。一旦回復してから行きますね。で、さっきの狼は攻撃モーションというか、特別、なんていうんですか、技的なもんはなかったんですけど、このね、雪猿はね、叩きつけモーションが確かあったような。いや、このモンスターまでなかったか。これですね。これだけは回避しないとダメです。それ以外の攻撃はね、基本突っ立ったままで、まあいいんですけど、さっきのね、この必殺技的なやつは避けた方が、まあダメージはやっぱ変わってきますねって感じですね。攻撃モーションが追加されてたんで、今のやつだけ回避動作した方がいいですね。
それ以外はこっちが攻撃できる範囲やと相手はどっちにしろ攻撃できちゃうんで、まあ避ける意味があんまりないよねっていう感じですね。いやー、3人目がいない。3人目見つけてから除雪作業したいんやけど。あ、レベルアップしたっすね。いやー、やっぱマップ広なってきますね、どんどん。これ結構時間かかるな。エリアクリアまでに。ここで見えてくれへんのか。今んところ見えへん。よし、無限の間に。いた。やっといた。マップも広いから、こんな感じで攻撃するよと。で、このモーションだけは避けてあげないとダメージ食らうよっていう。こんな感じですね。うわ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 。食らいたくない。いてー。縦全部なくなっちゃった。あと1個あるか。で、スタミナも地味に拾い忘れたらあかん。これでまだ 55% か。いや、エリアめっちゃ広いっすね。ほんとこれやっぱりこれをアップグレードする意味があんまりないっすね。いやでもあれか。移動速度上がったら、無敵時間になってる、無敵時間というか、無限スタミナの時やとちょっとだけ効率上がるっちゃ上がるか。いやでも、それを踏まえてもやっぱ優先度は低いな。やばいっすね、スタミナの消費量が。これ、10いけると思ってたんですけど、いけなそうっすね。いや、マップが広いんすよね、これ。どう考えても。やばい。雪だるまは、スタミナ持ってると。戦闘ですね。で、回避。OK。やばいな、これ。このエリアどころか次ぐらいに無理なんじゃないもん。いやー、これ、あれっすね。複数アカウントやとほんまにこれ時間かかりますね。3300ぐらいあったんですけど、スタミナが。
レベルアップ。ここで除雪作業するのは効率が良くないから。よし。これでレベル4か。マックスいくんじゃない？まあ、スタミナ無視して除雪の作業効率だけ考えたら、もっといい立ち回りあるかもしれないんですけど。まあ、スタミナを考えるのであれば、まあ、こう、ちょっと時間かかる立ち回りしないとダメですよね。いや、やっとこれか。スタミナ足りねえ、ほんまに。辰丸の感想やと、あれですね。釣り部に確かに似てますけど、釣り部より図鑑完成させるのは結構難易度高いと思います。ミサイル撃ちましょうか。これ、残り大変やな。で、エリア内も全部終わったから。で、このまま行ったら多分次スタミナ足りないと思うんで、もしかしたら一旦終了して、これ、デイリーミッションとかで、1日1回ログインで、1000もらえたりするんですけど。あと、これ釣りとかと一緒ですよね。デイリーミッションがこんな感じでありますよ、みたいな。で、あと、これやな。これで多分スタミナもらえへんのかな。この2つクリアした分で今、18レベルまでいってるんで、これ受け取りしときましょうか。これでスタミナも1500回復しました。これで次も一応いけるかなって感じです。で、あと、燃料の補給箱みたいなのもまだ90あるんで、これも開けちゃいましょうか。せっかくやし。これでまた3000ぐらいに戻ってくれたらいいんやけど。で、図鑑の説明してなかったですね。これも釣り部と同じ感じで、アイテムがありますよっていう。で、埋めたら、あれですね。皆さん欲しいと思うんですけど。都市スキンであったり、ダイヤももらえますよって感じですかね。コンプリートしたら、都市スキン。で、この上位襲来っていうのがいまいちわからないんですけど。いや、そういう、そういうイベントというか、あれやな。それにちなんだアイテムってことかな。多分ですけど。途中で上位襲来とかしへんやん。多分それにちなんだアイテムやとは思います。今のところ。ただこの辺ゲットできてへんってことは、難易度高いのかな。で、図鑑もテーマの、進捗が進むごとに、段階報酬としてありますよって感じですかね。ダイヤやったり、図面やったり、血をもらえますと。で、これは、あれですね。なんか、今回は、釣りでもあったんですけど、重複したら、今回は重複したら、それが図鑑の欠片みたいになって、ガチャできますよみたいな感じですね。この図鑑探検っていうの。で、一旦アイテムに戻って、どこやったかな？これやな。これでかいな。これめっちゃでかいな。これめっちゃできるな。これ9000ってことやな。9000年で、めっちゃあるやん。めっちゃもらいましたね。だから、この2つの購入ありかもしれないです。両方とも、書いてあるパーセントは 3000% とかやった気がするんですけど。これでスタミナ一気にまた1万になりました。アナさん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。時間、鬼消費のよく。いや、時間これやばいっすね。
や、思ったより、スタミナ切れて、まあ無理になるやろなっていう予想やったんですけど、これまさかの、また1万増えるってことは、よっぽどっすね、これ。で、今度もまあさっきのステージと同じ感じか。攻撃モーションのある野獣が3体と生存者3人。これを早めに見つけることですね。レベルアップ。いや、これ、複数アカウントの人、どうやってやるんやろ。で、1万になってる。いや、そうなんですよ。パック購入の分で、いや、やっぱりちょっと、スタミナというか、そういう面で、無課金プレイヤーとは、ちょっと時間的に差がつきそうなところはありますね。結構これ変わってきますね。1万もらえるってなると。やーべ。痛い痛い痛い。まあ、一回やり方を覚えてしまえば結構単純作業ではありますもんね、これ。いけた。で、あと一人見つけたいけど。無課金基地。ままあ、いずれはね、多分図鑑埋まると思うんで、まあ、まあ、釣りみたいに逆にクリアしてしまえば、やることなくなってイベント遊ばなくなるっていうタイプのイベントではあるんで、まあ、そんなに急がんでもいいとは思いますね。ふうに課金して。多分このスタミナがこのイベントに課金するっていうのが美味しいっていうわけではないとは思うんですよね。もし課金するとしたらもうちょっと効率のいいイベントはあるとは思うんで、やから無課金プレイヤーも無理する必要はないっすね、多分今の感じやと。よし。ただまあ今辰丸がやってる立ち回りをすれば、まあ時間はかかりますけど、まあスタミナも削減できるし、まあよりいっぱいエリア進めますよっていう感じではあると思います。お、3人目早めに見つかった。やばい。いやーでも本当に複数アカウントの人どうするんですかね、これ。まあ無課金アカウントでも多分1日あったら3000ぐらいはスタミナ溜まりますし、まあ1回辰丸補充するまでにしてたぐらいの、まあ時間はかかるってことでしょうしね。まあ、釣りとは違ってこれスキップってよう分からへんもんな。複数チケット消費とかもないやろうし、どうするんですかね、その辺は。
プレイ時間だけを考えれば。回避。OK。ナイス。いいんじゃない？これもでも引き必要な気がするな。ダブルってことはやっぱ確率やろな。やっぱり図鑑コンプの難易度は高そうっすね、これ。VIP12 で解放される数項ガチャみたいな。サブアカは徹夜っすか？いや、やばいっすね。もう、影分身使う方は、もう、5個アカウントぐらいになったとしたら大変なことになりますね。チマンさん、サブは地道にクリアして。ナイス。地道に、そうっすね。でも、地道にやるしかないっすよね。やばい。避けろ。これでも少なからず一発当たるな。そのための移動速度でもあるんか。移動速度上げていったらあれには当たらんくなるんか。ただ当たっても死なへんし、それよりやっぱり燃料の回復速度の方に振った方がお得な感じはする。除雪してない時は別にあれですもんね。早く動いたところで燃料の消費量変わらないですから。これでも辰丸ちょっと購入しただけなんですけど、これもし最後まで購入してたらとんでもない時間になりそうですね。もしフル課金とかしちゃったら、このイベントに時間の方が大丈夫ですかっていう感じにはなりそう。今のところなんか多分またクレーム入るかもしれへんな。ちょっと時間かかりすぎやでみたいな。これフル課金とかしちゃう方やと、これ一日中やってなあかんことになるかもしれないですね。一つのアカウントで。でもサブアカウントも同様っすね。M さん、サブと他のサバーって7アカある。やばい。徹夜コースっすね。やばい、落石避けろ。ナイス。危ね。血を満タンやから戦いましょうか。集まる、あれですね、配信前は逆にスタミナの方がすぐなくなって、あれですね、なんか配信できるぐらいの時間の尺あるんかなみたいなの心配してたんですけど、なんかどちらかと言ったら真逆のことになりましたね、これ。一つのエリアがなんかどんどんでかくなってるんですけど、これ以上でかくなるんかな。どうなんでしょう、そこは。やばい。これ危ない。痛い。避けれるか。一旦止まれ。危ね、これ。やばいか。回復しに行った方がいい。盾とりあえず取って。これ一旦回復しに行った方がいいな。さすがに。なんかあるかもしれん。
ちまさん、多分、アイテムとか場所は全部ステージごとに同じっぽい。本当ですか？やばい、辰丸、そういう場所の記憶、できるかな？なんか宝箱の位置はなんか、ちょっと固定っぽいですよね。ちょっと入り組んだ場所に、四方に散らばってるイメージあります。こういうとこに宝箱あるイメージあります。今はモンスターか。もしでもそういうのが分かったら、時間効率的にはちょっと早くなりそうですよね。場所の位置が分かるんだよ。危ねえ。ただまあ結局除雪する量は一緒なんで、まあやからアップグレードの順番以外ではそうやな、ステージクリアに差はつかへんかなって思うんですけどね。もしこのエリア内に入ってるだけでその燃料消費するとか、除雪してないのに燃料消費するのであれば、まあ時間変わってくるとは思うんですけど、そんなわけではないんで、95%から使う。これもでももしかしたらエリアでかくなればどうなんやろな。後半に使った方がいいとかあるんかな、ロケット、ミサイル。最初は温存して。ってな感じで、今回2500とあるか。よし。進むしかない。時間かかりそうだから移動速度上げたくないです。わからんでもないです。確かに。移動速度がどんぐらい上がるかにもよりますけど、これ1レベルアップでどんなもんなんや。0.6 か。もともとが5の 0.6 ってどうなんやこれ。こんなに変わってくれるといいんですけどね。まあ焚き火近いから治療してから行くか。ああ、雪だるまがまあスタミナもちょろっと落とすよって感じか。やっぱりすいません、これは時間効率ではなくて最終的に多くエリアを進むための立ち回りをしてます。ちょっと普通より長くなるかもしれないです。多くしたりしてるんで。OK。やっぱ星3ちょっとレアっぽいっすね。ただそんなん言ったら星4とか出てくるんかな。後半のステージになったらやっぱモンスターのレベルやろな。やばい、プレイヤーが見つからへん今回。やっといた。やばい。これマップ全体
拡大みたいなのできひんのかな。なんか自分がどの辺にいるのか分からへんくなりそう。いや、なんかこれマップでかくなってないですか？どんどん。どんどん広くなってる気がするんですけど。これ、どんどんでかくなってない？なんか。ここ、できるだけ除雪はしたくない。やばい。ちょっとでも効率上げるために。次は線集めますよって感じ。なんでこんなとこ落石あんの？これでも、ここでもセーフゾーン的な感じっすね。中ではダメージ食らわんかったっすね。盾も消費されてないし。これ、なんか行けへん道とかあるな。早いこと、生存者を助けたいんやけど。マップ広い。いや、なんか広くなってますよね、どんどん。1973、ご視聴ありがとうございます。ブブブでのヤカレトさん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。グッドボタン、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。これやばい、マップでかくない？ほんまに。いや、絶対でかくなってるって、これ。広すぎるやろ、マップ。だんだん、あれっすね、生存者も見つからなくなってきましたね。これ、見つけられるか、で、結構変わってきそうっすよね、こんだけ。これ、このマップに対しての、もし 5% なんやとしたら、やっぱりミサイルみたいな、あれなんかな、後半に温存してた方がいいんかな。それとも、この量になったら、いや、これエリアの 5% やからやっぱ後半に使った方がいいんすかね。ただ今のところミサイルが足りなくなるっていう感じではないんやけど。やばい、見つからない。いや、もっと本気の立ち回りをしようと思ったら、この見えてへん範囲を除雪する前に、あれっすね。プレイヤー探した方がいいんすけど。やばい、それ大変やな、マジ。宝箱一軒。こんなイベント来てないんですけど。奥さん、A 型の俺は死ぬ。これは。F さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。これね、今のところね、4から170までのサーバーで、新しくできた新イベントって感じなんですよね。なんで、
170番台のサーバーまでしかまだプレイできないです。このイベントは。でも、もし今回でバグとかなかったら、まあ、来月以降徐々に蒼竜の覇者みたいな感じで、イベントをどんどん、なんていうんですか、グループを追加していくとは思いますね。今のところ最初の無料アイテムが受け取れなかったっていうぐらいのバグしかまだ聞いてはないですね。多分そもそも僧侶の覇者とのサーバーの負担を考えると比べ物にならへんとは思うんですけどね。あんだけのプレイ人数をやったらいろいろバグ起こりそうですけど、これ基本ソロプレイですからね。基本というかまあソロプレイですから。あ、1000溜まった。これ戻らないといけないんですよ。効率を考えると。ちょっとでも、基本消費量。これさっきまで4ポイントやったっすけど、これで3ポイントになりましたね。基本の消費量。なんで、まあ、配信初期から言ってますけど、基本的に焚き火は資源が溜まったらすぐアップグレードするっていうのが一番効率がいいですね。時間効率は別として。時間効率は悪いです。まあ、スタミナを、いや、これスタミナの消費量もえぐいですけど、とりあえず1エリアのクリアが、比べ物にならへんぐらい時間かかってきますね。どんどん。これ全何エリアあるんでしたっけ？ 25 ぐらいありましたっけ？どうなんやったかな。しかも追加されるんかな、今後。避けて OK で、さすがに回復するか。やばい、生存者も見つからないです。これマップの右端にいるとは思うんですけどね。2310、涙目。2310はね、多分ですけど、何ヶ月後とか、もっとっすかね。まあ、辰丸もなんか、多くの人が言ってる通り、まあ、釣りイベントよりは、なんて言うんですかね。まあ、楽しいというか、まあ、なんか、やりごたえはあるかなっていう印象ではあります。報酬に関しても、まあ、時間かかる分、釣りイベントよりは、なんか報酬がいいような気がしますけど、実際のところまだ何とも言えないですね。ただこのイベントよりお得なイベントがあるのは多分間違いないです。この間のオーロライベントとかめっちゃお得でしたね。つまるも最後15000の最後分1個残しぐらいかではなんですけど、いや宝箱か。いやいやでも時間効率を考えたらほんまにあんまり良くない動きやなこれ。マップが広くなればなるほど見逃した宝箱を探しに行く時間が余計かかってしまうっていう。やばい。時間効率を考えれば確実に左からなんて言うんですか、こういうのなんて言うんですか、
潰していく作業っていうの。こんな感じで絶対畑作業じゃないですけど、絶対こうやって一個一個潰していった方がいいっすよね。やっと高岡君いけた。あと一個っすね。しらみつぶしですね。確かに。あ、しらみつぶしとも言いますね。で、やっていった方が時間効率的には良さそうっす。これで 90% か。1エリア僕何分作業してましたこれ。10分以上絶対してますよね。まあ、やから、もし早めに、その生存者3名と、焚き火のレベルをマックスにできたんやったら、しらみつぶしにしてもいいと思います。と、そやな、イベント中に、この工具がもらえるってことはないから、そうっすね。そうやると、でもまだ運よく見つかってくれました。大体の場所は覚えてたんで。除雪してない場所は。で、使いましょうか。時短のために。でも、さっき1万あって、もう6000やから、消費量も確かにえぐいっすね、これ。時間もかかりますし。その割に報酬がこれほんまにいいのか？なんか、レベルアップアイテムはもらえてるんですけど、なんか強化リソースはそんなにもらえてないような感じはするんですけど。1%、3%。一応上げるか。エリア中、さて、どんだけ広がったんかやな。いや、さっきよりもでかくなってたらこれ厳しいな、マップが。これちょっとあれな感じかな。効率悪くないか。いや、ほんとっすよね。アイテム、これ、どうなんや。リソース、なんかパックで購入した時についてくる、あれは美味しいと思うんですけど、これイベントクリアしてもらう報酬としては美味しくはないような気がしますね、今のところ。これ、こんだけやって、今歌唱とか10個とかそのレベルやったっすよね。しかも今回は生存者4名いますね。雪だるまも。これ、待てよ。なかなか渋くないか。ほんまに図鑑スキンを集めたら、また、やるプレイヤーいい品くなってしまう可能性がありますね、これ。このままやと。これ、イベント中の報酬は特別美味しくないですよね。やっと1人目。確かに。壁とかできてますね、障害物が。なんか神殿の旧神殿みたいな建物が。障害物のせいで、いまいち自分の現在地が、どの辺にいるのか分かりづらくなる。これ、4名見つかるんかな？やばい。今のも別に3000じゃなくてダイヤ300やもんな。
ですね。イベント中は、そうですよね。こんな感じがします。辰丸も。くそ。効率を考えれば、なるべく除雪をせずに戻らないとあかん。やばい。生存者4人ってことはやっぱり端に分散してるんかな。多くでレベルアップぐらい集まるような立ち回りの方がいいのがわからない。わからない。どうかわからない。時間効率やと、時間効率を考えれば、そうなのかもしれないですけどね。グライさん、イタリア人。こんにちは。ご視聴ありがとうございます。これ、これ右下終わったやろ。その右上に行ってみてください。これ、これ帰れないルートがある。壁とかできてるんですよね。これこっからじゃ戻れへんのかな。うわ、戻れなさそう。障害物も増えてるんで、これ。よくわかんないですね。いや、めっちゃ広がってます。め、これ絶対マップ広くなってますよね。障害物も増えてますし。これ、これ待てよ。
あー、3人目見っけました。やっぱりこの感じやと、四方に生存者がいそうですね。これでも右上と左上っていうところを漁ってる。どうしましょう、これ。これでも、左上ちょっと触ってしまったから、左上とりあえず全部終わらしますね。いや、マップが広すぎて、どこ漁ってんのかもわからんなりますね。ほんまは生存者の4人目がいるであろう。右上を漁りに行きたいところなんですけど。野獣には誰にも会ってない感じがしてる。野獣おったっすね。やばい。これ回復せんと危ないかもしれんす。いやでも一応いけたか。いや、これでやっと半分っすね。これで右上と左下が残ってるはずです。生存者がもし右上左下全部4方向にいるんやったら先にやっぱり出会いたいとこっすね。こんだけの作業量あるんやったら結構変わってきそうっすこれ。燃料消費もやばくなってきましたね。1万あったんですけどなんやかんやステージは進んでないんですよねこれ。
いた。OK。ああ、宝石も四つ角にありそうですね。宝石じゃないわ。宝箱も今のところ1は四つ角にありそうな感じがしてます。でも消費。いや、燃料消費先に6にするまでは。めっちゃ時間かかるな。めっちゃかかりますね、これ。1ステージがやばいっす、これ。死んでゲームオーバーにする気はなさそうなイベントですかね。いやー、どうですかね。ステージ進むのと、戦闘中に、あれですね、落石的なやつがあったら、死んでしまう気はしますね。うわ、思ったより生存者真ん中にいましたね。これ、位置決まってるんかな。なんか絶妙な感じがしますね、でも。戦闘中にこれ食らってしまったら結構危ない気はするんですけど。まあ、なんて言うんですか。ちょっと気をつけてたら大丈夫やと思うんですけどね。これであとは右下で終わりかな。右下やったか。これ全体マップとか見えたらいいんですけど、左下でした。ラストは。多分どうなんですかね。この、除雪装備工具はまあ当然のように増えてる気はするんですけど、なんか、獲得アイテムはそんなに増えてる気はしないような。あ、アップグレードせんとあかんっすね、これ。時間はかかるんですけど。この立ち回りをしないと多分、消費量めっちゃ変わってきます。これ今が3ポイントでしょ。多分2ポイントになるはずなんですよね、これで。OK。2ポイントっすね。これってこっちから下がれへんのかな。障害物がどうなってんのかもいまいちわからないですけど。あ、こっちからも下行けましたね。あとは、もう、95%行くまで、この辺除雪したら大丈夫やと思うんですけど。いや、もっと下にあると思ったんですけど、大体の位置しか決まってないかもしれないですね。宝箱の位置も。野獣もいたっすね、ラスト。で、今シールド3つあるんで、普通に倒せますね、これは。図鑑もね、特別いいものが
出るようになってる感じはしないですね。普通に星1やったり、あ、ミサイル使いましょうか、これ。ってな感じで、エリア10クリアっす。これ、エリア11、でもやっぱ増えてはいそうですね。ちょっとずつ。さっき10個ぐらいやったっすよね。12個になりました。これ、これ、これ、どうなんや。一旦ちょっと終了してみますね。で、これ多分ラストまで行ったんで、回収しましょうか。うわ、スタミナだけはめっちゃもらえる。これまた4500ポイントってことですよね、スタミナ。4500燃料か。やっぱでもロケット弾は今んところそんなに温存する必要はないっすね。これなんやったら、ここまでで30もらえてますけど、まだ10ステージしか進めてないっすね。エリア10まで行って今23ですけど、多分今のところは良さそうやけど、今後厳しくなりそうですね。ちょっとずつ増えてるけど、これって無限にやれる感じですか？いや、右にこのスタミナがあるんですけど、これがなくなったら、あれですね、時間ごとに回復を待つって感じになると。見えるといいんやけど、初期位置から。左上から、上面から全部やっていきましょうか、とりあえず。一人いたっすね。左上、右上、右下、左下って感じでやっていきますね、とりあえず。ここちょっと見落としそうやな。ここ除雪できるんや。障害物とか増えてるから、ちょっと見落としそうやな。場所的に。やばい。危ない。どこら辺までが右上なんかっていう。これ全体マップちょっと追加してほしいな。これ見れるんかな？見れないっすよね、全体マップって。これはできるけど。あんなの残したか。
また多くの時間がかかってしまいますね、これだと。右上やったし、今のがセンターぐらいかな。たら、そのまま、この木とかあったりするからな。しらみつぶしもやりづらいですね、これ。障害物が多いんで。こことかに確定で宝箱あるイメージだったっすけど、そんなこともなさそうですね。大体の方角は決まってそうですけど。これは戻りましょう。消費量やばいっす。スタミナの。色の濃さで消費量変わってるとかはなさそうですけどね。ただ、やっぱ硬くはなってるんですかね、多分。ですけど。なんか、じゃないと色分ける意味ないですもんね。もう雪っていうより、マップ全体的になんか氷っぽくなってきました。そういうことっすね。多分これ温度によって変わってるんじゃないですかね。いや、どうなんでしょう。いや、もともと色は一緒か。そんなことはないか。やばい。やっぱり、でも、左上、右上に一人ずついましたね。だから、4方向に生存者がいるのは間違いなさそうな気がします。間違いないと、ないやろ。これ変わってるんかな。うわ、これ色も変わるんで、どこ除雪したんかマジ分かりづらいな、ちょっと。で、入り組んだ場所もあるっていう。こっちも行けたりするんか。正方形のマップってわけでもなさそうやな。いや、障害物があるからそう見えてるんか。この岩とか。ここ取りこぼしそうですね。一番入り組んでるところが。いや、でもなんか、濃いところの消費量高い気がするような。変わらへんか。際どいっすね。その辺はちょっと。黒さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。演談食らわんかったら、死ぬことはやっぱりなさそうな印象ですけどね。このイベント。ってなってくると、やっぱりこのいうエリアの HP 回復能力はやっぱりいらない気がします。まあ移動速度か。移動速度っすね。まあ時間がない方やったら上げてもいいかなと思うんですけど、やっぱ効率を考えたら、燃料回復とにかなり重点的に振った方がやっぱり良さそうですね。スーパー除雪機は、範囲だけ拡大って感じか。火力が上がるってわけではないな。
移動速度はね、今のところいらないですね。この待機してる時間とか、ここ、なんていうんですか、除雪してない移動は、別にスタミナ減らないですし、制限時間ってね、特にないんですよね。イベント期間が言ったら制限時間みたいな感じで、だから丸3日間あるんですよ。あ、これやばくね？負けるんじゃない？いや、ギリ勝てるか。大丈夫。押し切れる。あぶねえ、これ。これ落石やったらやばい。死んでまう。帰ろう。これついに死亡してしまうかもしれん。やばい。今落石やめて、マジ。あぶねえ。マジ危なかった。いやでもこれ HP とダメージ減少も入ってるよな。うん。で、1000個貯めなあかんから。回復しよう。そうなんですよね。このエリアに何分いても別に変わらないんで。で、何もないとこ歩いてても減りはしないんで。やから、今のところこれはちょっと別に特別いらないなっていう印象ですね。多分アップグレードするにも消費量多分同じぐらいかかると思うんで。上取り残してなかったかな。ちょっと途中で戦闘があったから取り残ししてそうやな。ここやりきらんと後で残ったりする。ここどうやって入るんや。あ、入るんか。障害物があるから除雪のし忘れがやっぱり出てきそうやな。やっぱり作業中断したら忘れてました。ここの入り組んだとこもしっかり除雪して。でもまだハーフじゃないってことはどっか忘れてるかもしれないですね。それか単純に1がちょっと上目の除雪やったからかな。こんな感じはする。わあ、これエリア11クリアできますかね。スタミナが持たなそうな気がしてきました。でもなんか落石のダメージとか上がってる気がしなくもないような。そうなってくると、いやでもこれはやっぱ関係ないな。これでももし仮にゲームオーバーなってやり直しなんやったら、ちゃんと回復しに行った方が良さそうやな。いや、これ回復した方がいいか、さすがに。ハーフやしな。戻るか。これ落石やったら死ぬもんな、ワンチャン。福野さん、僕はエリア9で燃料切れです。ですよね、なんか、8、9、10ぐらい。8ぐらい、7ぐらいかな。7超えてぐらいから、なんか燃料の消費やばくなった気がします。これ多分ですけど、これですよね。最初のエリア内温度が多分低く設定してるから、基本消費量が多分食えてるからやと思います。よし、もう一回。から
よし。面倒ですけど、これ、下げとかないと、消費量半端ないんで。1削ることで、1変わってきますからね。スタミナ消費が。全然違う。これは面倒ですけど、都度戻りましょう、やっぱり。これは間違いないです、この立ち回りは。4ポイント。11エリア以上進めるか微妙なとこっすね、これ。ほんまに。これやばい。いいてー。これ真剣に避けへんとやられてまう可能性出てきましたね。やっぱり攻撃力上がってますよね、野獣とかの。こっちも防御力上げてるはずなんですけど。そうなってくると武器の火力も、まあでもこの3つは平均的に上げてるから、まあこんなもんかな。こんなもん仕方ないのか。これも回復しときたい感じはあるけどな、盾もないし。落石食らって戻るまでに時間かかって2回落石みたいなの食らったら死んでまう可能性ありますね、全然。これがこれが本物のホワサマですか。はい、これが本来のホワイトアウトサバイバル。こっからっすね。こっから始まると思います。じゃないですけど。ノーさん、こんばんは、こんにちは。おはようございます。掃除機イベント初見です。はい、初見でちょっとやってるんですけど、なかなか時間がかかるイベントですね。うわ、これ11エリアクリアするまでスタミナ切れそうっすね。うわ、回復めっちゃ欲しい。やばい、避けろ。危ねえ。障害物のせいで浅い出ないとこも結構ありますから、どうすればいいんやろこれ。分かりづらいな。これやばい。これいやでもちゃんとやっぱなんやかんや死ねるっちゃ死ねるっすね。このまま野獣と戦闘したら死んでまうよな。これ絶対これもめんどくさいけど戻った方がいいか。でこっからは戻れない。釣りみたい。そうですね。なんかイベントのなんか仕組みは似てるような気がしますけど、結構がっつりイベントですね。映像がつくの。ありがとうございます。これまた別のシーンに切り替わっちゃいました。映りましたか？
やっと見つけた。いやー、大体の位置は決まってるけど、やっぱ生存者もちょっとバラバラな気がしますね。いや、こっちから行ったらまた除雪した場所がわからんくなるんで、元の位置戻りますね、これ。あ、戻りましたか。ありがとうございます。すいません。教えてくださってありがとうございます。たまにこの、キャプチャーしてる線が、マウスに当たっちゃってる。よかったっす。うわ、やばいな。あと300しかない。なんか消費量やばないですか、これ。やっぱ温度の問題か。これ、エリア11クリア無理そうですね。でも、かといって、この資源を早く集める方法は特にないし、まあ、資源消費を考えたら、まあ、この辺が限界なんかな。多分ですけど。やばい。なくなっちゃいましたね、資源が。で、こんな感じで資源切れになります。実際の。ドラクエのダンジョンっぽい気がするのは私だけか。確かに。このなんか、オブジェクト似てますよね。さっきの建物やったり。まあこんな感じで、スタミナはパックを買うと、まあ確かに補充はできますよって感じですね。これ3260%ってなってるけど、どうなんやろな、報酬的に。これを無理してやるのは。400と欠片10とダイヤ5000とついてくるって感じですけど、このロケット弾がね、正直ちょっと余ってるんですよね。95% いかないと使えないですし、これは今のところね、その、特別温存しなくてもいいと思います。11ステージやったっすけど、今のところやから11個しか使ってないってことっすもん。てな感じでした。途中ですけど。神弟子さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。これね、今、サーバー4から170で先行導入されてるね、除雪隊っていうイベントですね。今のところやっぱり、今日の配信はとりあえずスタミナ切れたんで、こんなところなんだと、やった感じ、やっぱり、装備はね、グリップと、ちょっと待ってくださいね。エリア出るか。装備はね、やっぱり、グリップと、その、上着に、上着を中心に強化して良さそうですね。燃料消費量と HP と、
燃料回復上昇、回復速度上昇。で、まあ、除雪のカバー範囲があるんで、まあ正直攻撃力は今のところ特別必要じゃないと思ったんですけど、まあ、やっぱりカバー範囲が広がるってことはそんだけ早く除雪できると思うんで。ただね、やっぱりこの移動速度っていうのは別に特に制限時間があるわけでもないんで、これとあと焚き火の HP 回復値っていうのは、まあ特別今のところやってて死ぬことなかったんで、まあ必要ないかなっていう感じで。この2つ中心に上げるのと、まあ3つですかね。まあ、一番重要なのは多分この2つだと思いますけど。そんな感じでアップグレードすれば有効活用できる気はします。ただこの除雪のパックを見た感じ、最初に釣り部と同じでやっぱ最初にがっつり課金してやった方がやっぱり効率は良さそうですね。最初に例えばフルで課金する方がいたとしたら、除雪工具バッグがついてくるんで、だから最初にいきなりこの燃料の消費量とかこの辺をアップグレードして上げてイベント開始すると全然進むイベントの進み具合とか絶対変わってくると思うんで、釣りイベと同じでやっぱり最初に課金してあげるのが大事かなと。で通常の多分このね、このバッグ買うよりこっちをまずは買ってあげる方がイベント報酬的に良さそうな気がしますね。ってな感じです。で初日で結構進んだと思ったんですけど、あんま進んでないですね。チョークしたもんが結構あったんで、まあ多分ですけど初日とか1回目のイベントでコンブするのはよっぽど難しいと思いますね。なんか星4のアイテムとかまだドロップすらしてないんで、そうなってくると難しそうですね。釣りイベントよりやっぱり図鑑完成させるの難しいと思う。そうか。まあ、やっと260あるうちの20か。で、ジョークしたらガチャ回せますよって感じですね。開始かできないですけど。ああ、なんか1時間加速5個もらいました。これは確率を見た感じ、欠点が一番良さそうな感じがする。まあこんな感じでほっとったらまた0やったんですけど25ってなってるじゃないですか。まあ、徐々にこのイベント期間の間は、まあ、無制限に今のところスタミナも回復するって感じですね。でね、やっぱり中での報酬はちょっと見た感じ、中での報酬が特別いいって感じではなさそうですね。ただ15エリアまで行くとこれですね、やっぱそうですね、こっちをゲットするのがやっぱ目的な気がします。だから釣り入れと一緒でクリアしてしまえばもしかしたらやることはちょっと少なくなりそうな感じではありますね。一度図鑑とかこの辺コンプしちゃうと。それまではまあ主にまあ除雪闘技場の島装飾をゲットするためって感じですかね、進むのは。あくまでやっぱり歌唱とか強化パーツはちょっとおまけっていう印象ですかね。エリア20まで進むと闘技場が2個ももらえるって感じか。そしたらレベル2までいける。
エリア20まで行ったらレベル2か。で、今のところレベル20、レベルじゃないな、エリア25まであるって感じですね。もしかしたら今後、追加されていくんやとは思います。多分25で止めてるってことは多分フル課金しても25までいけなさそうですね、この感じだと。そうですね。課金、やっぱり目的はやっぱ図鑑のコンプリートが目的にはなってきそうです。エリアクリアの報酬はやっぱちょっと渋い感じはしますね。で、あとは毎日デイリーイベントクリアって感じかな。釣り上にこの辺のゲームのフローは似てますよね。で、こっちをコンプリートすると、これめっちゃ可愛いですね。これめっちゃ欲しいですね。永久スキンの都市と、こっちは別になんか隣の好みではない。あんまり。雪だるま別動隊。雪だるまが好きな方はぜひ。で、この偏りはちょっと気になるんですけどね。なぜか、こっちの、この図鑑だけしか埋まってないですね。ジョイ襲来とか、これはステージ進まないとドロップしない可能性がありますね、そもそも。でも星1とかもあるんですけど。てな感じのイベントになりました。で、また、なんか今日やったことは全部、今日やったことと攻略法については、また動画まとめて、まあ攻略動画として、まあ出そうかなって感じですね。なんで、この辺で終わろうと思います。また、でも、ライブもアーカイブ残すんで、また、時間があるときに、まあちょっと見返してもらえれば、まあどんな感じのイベントなんかなっていうのはわかる気もします。ちょっと挨拶とかって言われてなかったです。ガチで広告系って言われないように工夫されてる。まあ、クレームはあったんでしょうね、運営さんも。こんな感じで作りましたよと。こんなに言うんやったら導入するわっていう感じでしょ。ネムさん、進みました。いやでもね、これめっちゃ長いことやってたんですけど、もう1ステージクリアするのにね、ほんまに何十分もかかったりしましたね。スノーさん、なるほど。ゆうさん、ゆっくり見たい。はい、またアーカイブ残すんで、時間あったらまた見返してくれたら嬉しいです。では、今日は、除雪隊新イベントの配信になりました。ここまでご視聴ありがとうございました。また次の機会に見てやってください。